ヒンドゥー教徒や仏教徒のイメージが強いネパール。しかし今回はネパールでは少数派ながら強い同胞意識を持つイスラム教徒について詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。今回の動画では多くの方々が知らないイスラムの世界についてネパールを舞台にお話ししていきたいと思います。なんでイスラム？ネパールはヒンドゥー教でしょって思った方々もいるのではないかなと思います。しかしここ私が大好きなネパールにもですね、ヒンドゥー教だけではなく仏教徒の人、キリスト教の人、そしてイスラム教徒の人たちもいるんですね。今回の動画を通して力強く生きているネパール人ムスリムについて皆様にお届けできたらなと思っています。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくれると嬉しいです。では早速内容に入っていきましょう。ネパールの人口はおよそ3000万人と言われていますが、その 81% がヒンドゥー教、9% が仏教、そして 5% がイスラム教と言われています。もうこの統計を見るからにですね、ネパールイコールヒンドゥー教と考えても全然おかしくはないと思います。しかしなぜこの標高が高いネパールにイスラムのイメージが全くないところにムスリムたちがいるのでしょうか？きっと中学校や高校でイスラム教については私たち学んでいるんですよ。なので今回はイスラム教を簡単に振り返りながらですね、ネパールのムスリムについて紹介していって、もう私を含め皆さんがですね、へえそうなんだっていう内容をお届けできると思います。ではネパールのイスラムはどのようなものなのでしょうか？ネパールのイスラムという結構ニッチなところに食い込む前にですね、そもそもイスラムとは何だったっけっていうところを皆さんで復習していきましょう。イスラム教とは中東が起源で唯一神アッラーを信仰する宗教です。世界三大宗教の一つであり、現在の信者数は16億から18億人と言われています。日本ではあまり実感のない宗教だとは思うんですけども、キリスト教に次ぐ世界で2番目に大きな宗教なんですね。また教義として六神五行というものがあります。要するに6つのものを信じ5つの行為を行うことです。そして今回ここで特に取り上げたい内容としては、五行の内容に含まれている帰捨と断食です。自発的に弱者の救済を行うことで善行を積むという行為になります。善行、つまりいいことをしているとですね、それを神様がしっかり見ていてくれて、将来的に天国に行けますよっていう考え方ですね。ラマダン月と言われる期間の日の出から日の入りまでの間は断食を行います。では一体彼らはいつご飯や飲み物を食べているのでしょうか？ご存知ですか？そう、逆に日が出ていない時はいくらでも食べていいし、いくらでも飲んでいいわけですよ。なので朝から夜までげっそりなった瞬間食って寝るっていうね、むしろここで太っていく人が結構いるみたいです。そう、このラマダンでは一切の飲食を断つことで空腹や自己犠牲を経験し、飢えた人や平等への共感を育むことを重視しているみたいです。また親族や友人らと共に苦しい体験を分かち合うことでムスリム同士の連帯感は強まり、多くの帰捨として寄付やイフタールと呼ばれる盛大な晩餐会が行われていきます。イフタールは多くの組織が帰捨として晩餐を無償で提供しています。これによって集められたムスリムたちは長いテーブルで食事を共にします。年に一度イスラム教徒がいる国ではイフタールの際にどれだけ人を集められたかを競いつつ同胞意識を高めているそうです。実際に私大学を卒業して1年目で教員になったんですけども、そこで ALT いわゆる英語の先生と一緒に授業をしてくれる外国人の方ですね。この方がジャマイカから来ている人で、ケネスって言うんですけども、ケネスもですねイスラム教徒の方だったんですよ。なのでこのラマダン月になるとですね、もう朝からこんな感じですげっそりしてるっていうね。でも授業が終わって夜暗くなるとですね、みんなでもご飯会をしてね、そっからはもう元気もりもりになるといったですね、そういった経験も私はしたことがありました。はい。では、ここからやっとネパールに戻っていきましょう。このヒンドゥー教と仏教徒が多めに信仰されているネパールになぜイスラム教の方々がいるのでしょうか？ネパールにイスラム教徒の方々がいる理由としてはですね、歴史が大きく関係してきます。
今から何百年も昔にイスラム帝国はその勢力を西はアフリカのモロコ、東は中央アジアのアフガニスタンまで広げていきました。その後アフガニスタンのイスラム勢力が北インドに侵入し、インド全のイスラム化が起きていきました。そう、この北インドへのイスラムの侵入っていうところが大事になってくるんですね。ネパールと同様、ヒンドゥー教や仏教のイメージが強いインドですが、およそ600年間イスラム王朝が存在していました。有名なタージマハールもイスラム帝国時代に建てられた建造物となっています。しかし残酷な歴史としては、唯一神を信じているためということもあり、他の宗教に寛容ではない暴徒化したムスリムたちはですね、仏教やヒンドゥー教の寺院を破壊したり迫害を行ったりしていたのも事実です。そしてこの時に多くの仏教の僧侶がネパールをはじめとした周りの国に逃れていったと言われています。そう、この出来事がですね、インドで生まれたと言われている仏教が他国へ広がっていった理由とされています。ではヒンドゥー教はどうだったのでしょうか。ヒンドゥー教は現在ネパールとインドで最も多くの信者数を抱える宗教となっています。イスラム政権は民主に生活レベルですでに定着していたヒンドゥー教を禁止することはできずにですね、ヒンドゥー教の信仰を認めることとなりました。この結果、イスラム王朝が衰退した後に、もともと持っていたヒンドゥー教が南アジアに広がっていったという説があります。はい、ここでですね、謎なのがですね、インドは確かにイスラム化されたんですよ。ではなぜこのネパールにムスリム、いわゆるイスラム教徒の方々がいるのでしょうか。はい、この手の場所で気づいていただきたいんですけども、ネパールとインド、国境を共有しています。ネパール人ムスリムの多くはルーツを北インドに持ちます。そして現在インドとの国境近くには多くのムスリムが住んでいるんですね。そう、なので昔北インドに住んでいた人たちがネパールに仕事を求めてやってくるとか、インドとネパール内で国境をどこにするってやってる間にですね、この北インドに住んでいた方々がもう自動的にネパール人と振り分けられてしまうといったことがあったんですね。そう、このような時代背景があってネパールにもムスリムの方々がいることとなります。しかしこちらでも残念なことが起きてしまいます。ネパールのイスラム教徒の方々はパーセンテージとして約 5%。ネパールに住むムスリムはもちろんヒンドゥー教徒や仏教徒の方々と比べると少ないですよね。なのでここで不平等な扱いをされてしまうということもあるみたいなんです。彼らムスリムはいかなる商業や工業事業には関与させてもらえなかったんです。その大部分は一般的な労働者か小規模の自給自足農民となっています。したがって自然とネパールのムスリムの方々は貧困生活を余儀なくされているのが事実です。このようにネパールのイスラム教徒の間では無知と後進性が蔓延しており、これがこの国における彼らの人権の剥奪につながっていってしまっています。イスラム教徒はコーランとイスラム教を暗唱して理解できるようになるために宗教に関する基礎的な教育を求めています。しかし残念ながらネパールの教育制度のカリキュラムの中にはイスラム教に関わる教育体制がしっかりとは整っておらず、残念ながらほとんどヒンドゥー教についてのみ扱われています。いや本当に教育って難しいですよね。やっぱ国もこういった目標を持って進んでいきましょうっていうのがあるじゃないですか。すごい例えばなんですけども、私たちとしては相手を立てるとか礼儀を正しくしていきましょうとか、学校では先生は前に立って一人で授業をして私たちは静かに座って先生が言ったことを行う、これが真であるといったような教育がされていますよね。でもこれって日本が正しい、日本が推し進めたい教育であって本当に世界的スタンダードなのでしょうか。そう、ここから何が伝えたいかっていうと、もちろん私たちは自然と教育を受けさせてもらえるいわゆる義務教育体制に入っているので非常に恵まれた環境にあります。でももしその義務教育の中にですね、国が裏で企んでいる私たちを洗脳する方法が教育の中に含まれていたとしたら、皆さんどう思いますか？他国の悪いところをたくさん学ぶと思います。歴史なので他国の戦争、他の国々の悪いところとかたくさん学ぶと思います。日本がやってきたことを私たちって学んできてますでしょうか？そう、こういったことが世界中でやはり起きてしまっているんですね。なので、そしてだからこそ私たちは十分な基礎教育を終えた末に自分たちで情報を選択していく、この情報は本当に合っているのかなっていうところに疑問を持って自分なりに探求していくっていうことが必要になっていきます。
したがってこのネパールでのイスラム教徒たちへの人権剥奪問題についてはですね、専門家たちも様々な宗教について学校でしっかりと扱って、それを学ぶ生徒たち、いわゆるネパールの国民たちがどんな宗教であっても尊敬し合い受け入れ合うような寛容な心を持つ必要があると言っています。このように教育っていうのは本当に人間だったり世界を変えるすごいパワーがあると思っているので、これを適切に活用してですね、誰もが住みやすいネパールになっていったらなと思います。もちろんこれに負けじとですね、ネパールに住むムスリムの方々ももうどんどん力強く生きていくぞっていう熱心な方々も多いそうです。また現代では宗教の自由や平等を保障してくれる制度などもどんどんとできてきています。様々な問題はですね、もう辺りを見渡せばどこにでもあるんですけども、少しずつ一日一日良い方向にこの世界全体がなっていけばなと思っています。はい、お疲れ様でした。今回はネパールに住むムスリムという観点から皆さんにイスラムのことについてもご紹介していきました。皆さんの周りにもイスラム教徒を信仰している方々はいますか？もしいたらですね、ぜひコメント欄の方で教えてください。これからもネパールに関わる様々な情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.